早朝音といって別れの意味合いで指摘をするものです。父が船が飛行機が好きだったということと、幼稚園の頃ですかね、幼少期に父が当時宇宙戦艦ヤマトというビデオを借りてきてくれたことがありまして、そこで見てみんなで遠いところまで、使命を持って頑張る姿を船をですね見て、はい、自分もそういう水上艦艇船に乗りたいというところで希望していた次第です。当初、幹部構成学校で言われた時は、自分が潜水艦に乗るのかというのがやっぱりあったんですが、実際に潜水艦救急訓練隊に入っていって同期ですね、同期であったり実際に勤務する中で、潜水艦とよく家族的だというふうにも言われますが、はい、仲間を大切にする組織であったり、一度懐に入り込んでしまえばすごい楽しく狭い所帯にありますので、できるというところから、潜水にどっぷり使っていって、もう潜水艦以外はないなという、はい、考えが変わったというところです。なるほど。はい。白鯨に捕食が決まった時はもう単純に、もう今までとない、当然最新鋭、現時点で最新鋭の艦艇になりますので、この船をどうやって使おうかというところと、どういうふうにこれをもって任務に、自分が戦艦隊としてやれるとしていることを達成するかということを考えないといけないなというふうに考えました。で、白鯨、対鯨型自体は潜水艦が22隻体制になったことを前提にして初めて計画された艦でもありまして、初めて当初からリチウムイオン電池潜水艦としての船体設計であると、最適化されたタイプであるということで、それから長期間にわたって第一線で活躍することを念頭に設計された艦であるということが2つの大きな特徴であると考えています。一つ、リチウムイオン電池ということについて言うと、従前の潜水艦に比べて大幅に、電池の持っている容量も大きくなっていること、それから充電効率も上がっているということから、機動力、水中の、長く潜れる時間もそうですし、従来よりもより速い速力で哨戒ができるようになったということが大きく違うと考えています。はい。まず、こちらが、規則ソーダレバーといいまして、舵通常3段階に分かれるんですけど、まず通常ソーダっていうのがあって、その次に応急で、その2系統が壊れた時に初めてこちらのレバーを使って、重舵下げ舵だとかを取れる仕組みとなっている機械です。この場所で実際にこれをやるっていうことが状況的にあり得るんですか？状況的にはあり得ますね。なるほどですね。はい、で訓練でも行っているので、はい。想定無中信号くれ。想定無中信号くれ。環境圧力想定無中信号くれ。関係了解。想定無中信号振った。想定無中信号振った。今までのやり方であるとか、今目の前にあるものを信じて自分でやらないということが発生すると事故というのは起きると考えておりまして、潜水艦乗りの気質でもあるのかなと思いますが、誰かがやったからそれでよしではなくて、自分で確認すると、本当に今あるものは安全なのかを自分で確認しなさいということをもちまして、石橋を叩いて渡るというふうにしました。潜水艦ちょっとギュッと機械室が鳴ったので少し短くなってるんですけど、それをブラボー型って言います。 SB 型ディーゼル機関です。川崎 12V2525SB 型で、親潮型まではこの S 型ディーゼル機関だったんですけど、総流型から SB 型に変わりました。対義型の2番艦である本艦と次の陣芸までがこのエンジンでやります。で、雷芸、今三菱じゃなくて川崎さんで作っている雷芸は新しいエンジンが採用されます。想定機械がさらに良くなってきた。想定機械現在両へ宇宙航行よくなんでこの夢中航行の訓練の時ってエンジン止めるんですか？ですね、夢中航行、周りが見えない状況になるじゃないですか。で、そうなってくると音だとかがすごい貴重になってくるんですよ。で、エンジンが回っているとちょっと周りの音とかが聞きづらくなるので、で、そっち上
準が3000だったと思うんですけど、でエンジンを止めて、足もそんなに使わなくて良いのでというところは。じゃあ今はい用具納めっていうことで、じゃあまたエンジン回してそうですね、ま動き出た足が必要になりますし、出力を出してしっかり走る、電池バッテリーも落としたくはないので。気をつけてください。ここはですね、発令所の真下の区画になります。体芸型はですね、発令所の床面がですね、浮き甲板構造になってまして、このように、左右、下からこの衝撃吸収マウントで支えられてます。これはなぜかと言いますと、発令所は潜水艦の指揮所になります。その指揮所がですね、例えば衝撃を受けた時に、衝撃に強い構造にするためにこのように浮き甲板構造にしてます。なるほどですね。これがそのいわゆる浮いている部分の付け根みたいなこと。そうです。内容的にはやっぱり同様の大事なことなんですけど、船を運航する上での、業務、全般的にやっぱりやっておりまして、例えばその改造、なんかその水上艦で航海長は結構やっぱ近いところあると思ってまして、改造を引いたりとかですね、あとは訓練する時の海域を調整したりとか、訓練内容を決めたり、その内容を先方部隊であったり上級司令部と調整したりっていうところが一つと、これはいわゆる航系って言われる業務なんですけど、それ以外に保全を担当しておりまして、火の文書の管理がやっぱりメインになっているところでして。通知じゃありません。はい。進中の目標は2目標、いずれも漂白船近接限度内に入りません。波入れについては左干渉口からです。この進路に潜入します。了解。了解。艦長、閉鎖よろしい。潜入し深さ18につきます。了解。潜入し深さ18につけ。了解しました。ベント開け。ベント開け。ベント開け。ベント全開。ベント全開。はい。潜望鏡左右傾斜なし。深さ18。深さ18。はい。上甲板洗い始めた。10.1。はい。左右傾斜なし。了解。潜望鏡左右傾斜なし。宮地ブローリー、フラットエーサー。はい。ピットミゼット。ベント締め。ベント締め。私は水上艦乗ってた時に訓練で6隻ぐらいの編隊を組んできましたと。その時に潜水艦どうやら金門にいるようですという話をされて、で2時間ぐらい経った頃に司令部から「お宅もうやられてますよ」え、そうなんですか6隻中4隻大破で2隻が中破でいつやられたの1時間前に魚雷を撃たれてますって潜水艦ってそんなに気づかないでそんなに強いなって思って、それ以来やっぱり潜水艦はやっぱりもう水上ではもうめちゃくちゃ強いってのはずっと思ってて、だから潜水艦は強いです、そこが一番のうまみというかアピールポイントだと私はずっと思ってます、了解。艦長浮上よし、浮上します。浮上します。浮上せよ。出上がれ。
はい。ここはですね、全部エアロックドアといいまして、館内から、環境のセールトップに上る階段のですね、入り口になります。ここはですね、自由に上り下りされてしまうと人員の確認が難しくなりますので、ここにあります自宅のインターフォンのと同じようなものを設置してですね、ここで、潜水艦の発令所と言われる指揮所と、やり取りして人員を確認しながら、昇降をしています。以上です。そうですね。出張は結構行ったり来たりが多いかと思うんですけど、じゃあその度にこれをして確認してるっていうことですか？そうです。これちなみに開けて入っていくとどんな構造になってるんですか？これを開けてですね、垂直のラッタルが約10メートル、続きます。これを、環境のトップまで上がっていきます。結構な感じだと思うんですけど、何回も乗り降りされるわけですよね。そうですね、なかなか、ちょっと息が切れますね。なるほどですね。はい、この辺ではよく見えるんですか、イルカ。イルカ、そうですね、思ったよりもイルカ洋上で会うことがありまして、で彼ら、我々の横をですね並走するような形で追っかけてくるんです。非常に、なんていうんですか、好奇心旺盛だなという感じになっているんです。クジラって見たことあります？クジラもありますね。はい。クジラもカツオかマグロかちょっと判別つかなかったんですが、こう晴れてる姿を見たりする。水上コースを雨を降ったりして辛い時もありますが、この時はそういうクルージングとは言いませんけれども、楽しいセンス見ながら行けるので非常に楽しくなっています。はい。縁の下の力持ち的な。なるほどなるほもうやはりご飯とお金と物と健康を支えているところなんで、人間にとってそれが一番必要なところなんで、食事って楽しみじゃないですか。はい、でそれを美味しい食事を食べさせる、その笑顔を見たいからみんな頑張るんですよ。美味しいよって言ってくれる。炒め物を作ってでそのままボウルにあげるというかあげて、あとはもう洗い物潜水艦ならではの調理器具ってどんなのがあるんですか？それ電気ですね。全部火が使えないんで、これなんかもう汁も作ってます。全部電気でやっていますし、これもレンジで電気で温めて鉄板の上で炒め物をします。であとはこれね、さっき言ったように魚も全部電気で焼いてますので、これ特徴ですね。全て電気なので火が使えない、出せないっていうのはですね、水上艦とはまた違いますね。蒸気が使えないっていうのも丼に全部入れるスタイルなんですね。はい。美味しいですか？最高です。最高です。ありがとうございます。私がというか部下が褒められている、部下が感謝されている姿を見るとやっぱ嬉しいですよね。そういうところを見ると、なんか補給取でよかったかなとか、その上司でよかったかなとかいうのは思いますね。人気ですか？そうですね。ステーキです。みんな肉好きですよね。好きですね。ですよね、やっぱね。ステーキはみんな好きですね。でもそう毎日で出せないんで。水雷町という名称ですので、水雷、いろいろな顔がありますが、まずは水雷課という課の長ということで、水雷課長と、あと第一分隊の分隊長という顔もあります。水上艦で言えば第一分隊というと、いろいろ水雷課であったり運用課であったり何々課何々課といろいろあるんですが、
その中の第一分隊長になるんですが、潜水艦の場合は一分隊というともう水雷課しかいませんので、水雷長イコール第一分隊長という、その他船の艦内の、これはどこの船でも大体同じだと思うんですが、水雷長は服務とかを担当する経営士官という役職を持っております。物理的な話で威力という意味で言えば、水上艦艇が放つ、ミサイルとかですね、そういったものは艦艇のその上っ面の部分、言い方ちょっと悪いですけど、上っ面の部分を攻撃するものですので、これ結局船としてのその上の部分を攻撃するもの、それに対して一方でこの潜水艦が出す超魚雷というのはその船の下で爆発をしますので、これによるバブルの効果が大きいので、このミサイルとは何発も撃たなきゃいけないのに対して、一般の艦艇であればこの魚雷1本で沈没させる能力があるということで、まずこの攻撃力の強さが強みではないと思います。あとは先ほど言ったように砲撃やミサイルというのは相手、水上艦対水上艦であれば相手に見えているものなので、当然撃墜防御される可能性が非常に高いと思います。それに対して潜水艦の場合は相手に気づかれずに近づいて、それで相手に気づかれる前に攻撃をして、そして一撃をで仕留めるというところがありますので、まず回避する、水上艦側からすれば回避するのに非常に苦労する艦艇艦種なんだろうと思っております。ですからまずはそのステルス性、これが一番大きいところ、そして2点目が直接当てるんではなく、船の下で爆発する、でそのバブルの効果を持って、撃破するという、こういったところ攻撃力の強さ、ここが、強みなのかなと思います。ただやはりステルス性、これが一番だと思います。こちらが発射管室になりまして、合計6門撃つところがあります。主に、魚雷、ミサイル、機雷の3種類の、攻撃武器を撃つことが可能となっています。主に休憩時間は、こちらがエレベーター、魚雷を乗せるエレベーターになって傾斜したりするんですけど、主にここの通路で、筋トレなどを行っています。なるほど。筋トレする人多いですか？多いです。特に一分隊は多いです。なるほど。魚雷の横で寝るなんてことが本当にあるのかなと思ったんですが、いかがでしょうか？そうですね。主に発射管室も居住区の一つとなってまして、乗員が寝たりしています。なんか魚雷の横で寝るなんてちょっとすごい経験だなと思うんですけども、寝たことありますか？そうですね。私も寝たことありますね。どんな感想ですか？魚雷の横で寝たりするので、夏場は冷たくて気持ちいいです。ありがとうございます。はい。私が例えばこれを一歩2歩ずつ降りて本当に対等なんだよっていうのを見せてます。普段から。はい。だから潜入ごとだから、例えば作業、例えば製油品だったら搭載の作業をしなくていいです、しなくていいですって言うんですけど、いや別にやってもいいじゃんみたいな、ジュースの搭載で。それでみんなで一緒にやって、その間でもコミュニケーションを取ることによって、例えば潜入ごとやってるんだからやらないとねみたいな感じになってくれればいいなと思う。なるほど。自分には負担が全然かかってない。機関化っていうのは、潜水艦のやっぱ足回りのところを配置で、その長でもあるというところで、例えば軸が回らなくなったらもうそもそも出航もできなくなりますし、エンジンが回らないとかってなったらもう充電もできなくなってしまいますし、そういうなんか大事な機械をちゃんと預かってそれを整備させる
の監督する立場にあるので、まあ、ちゃんと日々ちゃんと整備はしてくれているかどうかとか、これは私の課だけではないですけども、ちゃんと分隊員が日々元気で過ごしているかとかですね、そういうのを見るような仕事だと私は思っています。この区画、機械室になります。機械室は、人間の人体で例えると心臓部にあたります。潜水艦の3大動力である油圧、空気、電気、全てがこの機械室で作られています。で今目の前に見えますこちら発電機になるんですが、この発電機をこちらのエンジンで回して発電をするという形になります。これは今、現在はエンジンは止まっているんですか？はい、今エンジンは止まってバッテリー走行している状態です。で潜水艦基本、電気で走行します。なので、エンジンを回してバッテリーにチャージしてその電気で走るという形になります。仕事のやりがいとしてはどんなところで感じます？そうですね、やはりもう綺麗事になってしまうんですけど、国防ですね、潜水艦はいるだけで敵国の脅威になる、ここに潜水艦がいるかもしれないっていうところで相手国の脅威になるので、私たちは出港して、無事帰ってくること自体がもう国防につながるというところです。小さい頃からなんか人のために仕事をしたいっていうのがちょっと強かったので、それで自衛隊に入って、日々の勤務、どこかしらで人のためになってるんだろうなってちょっと信じてまして、もう日々のこの与えられた仕事っていうのはもうとにかく一生懸命やるだけというところで、そこまでストレスも感じずちょっとやってきたところです。その他、想定とするカロンの活動、消火ホース、天井増水、煙が出ている。強烈食堂火災！食堂火災！食堂勢力から煙が出ている！火災に注意してください！電力火災を行え！そうですね、今実習士官にもやっぱり言ってるんですけど、ちょっといろいろきつく言われる時って諦めがちなんですが、やっぱそこってまだ潜水艦乗りとしてのこう広がっていくまだ出発点ですので、ここから一皮も二皮も自分の皮を受けるチャンスが目の前にあるんだよっていうところをですね、でさらにこの特殊な乗り物に乗って、勤務できてるっていうところをやっぱり誇りに持ってもらいたいなと思ってます。はい、こちらはですね、潜水艦の一番前の区画になります。第一居住区という場所です。体芸型のですね、特徴として、設計の段階から女性が居住できるスペースが設置されてます。その場所がこちらです。このような鍵付きの扉がありまして、引き戸タイプです。ここに入りまして、この右側奥にベッドが、準備されてます。今ちょっとね映すことはできないんですけども、何人部屋っていう感じ？ここは6人部屋でして、それぞれの隊員にはですね、ここにありますフードコートでの呼び出しのようなものと同じものを設置してですね、これで女性隊員を、呼び出すようにしてます。じゃあ中に入ることなくそれで呼んでますっていうのが分かる？そうです。ちなみにこの、鍵は内側からかかってるっていう？内側からかけることができます。わかりました。副長と共に実施するようにお願いします。はい。では気をつけていきましょう。
なかった。ご覧になったと思うんですけど、やはり今までの総流型とは一段レベルの違う最新鋭の船になってますので、その素晴らしい機械を、性能を持っている潜水艦をどうやって使いこなすかっていうところがこれからの我々の課題だと思ってまして、まだ大芸白芸2艦しかおりません。それぞれ横須賀クレーン1隻ずつですので、これがですね、2隻3隻になるぐらいにはですね、完璧に使いこなせるように我々が人間のレベルも上げていかなきゃいけないというふうに思っています。そこが今近々の課題かなと思います。今の潜水艦隊司令官の勤務の方針っていうのは総員期間任務達成なんですね。それも含めてみんなが安全に任務を達成して帰ってこれるっていうところで、人の育成っていうところが重要で、そういう人たちをこれからも潜水艦部隊に来てもらいたいと思います。ありがとうございます。私は普通に二等海士として入りましたので、佐世保教育隊に一般海曹候補生として入りました。18で入って20歳の2年で3曹になるという過程がありましたので、そこに私教育隊を出て、でそのまま潜水艦の適性がありましたので、潜水艦に乗って、まず潜空にそのまま入ったんですけど、そこから実習がもう今も当然ないですが有志をで部隊実習をやりました。二等海士。はい、二等海士です。でそこで部隊実習終わった後に一塾校の学校に行きまして、で帰ってきて次は春潮に乗ります。その時のマークとか特技は何ですか？私は電子整備員。電子整備員。はい。ただ当然二等海士ですし、その電子整備は通常は一人バッジなんですけど、ちょっと一人ではつけませんので、どっちかといえば先輩のところに一緒に作るっていうのと、あと歯間室係とかですね。あとシャリバンとか。シャリバンです。はい。とかトイレ掃除とかそういうところに割り当てられながら生活してました。はい。ここは発射管室になりますね。防水区画的には第一防水区画とも呼ばれます。よくですね、魚雷の横で寝るみたいな話を聞いたことあるんですけど、そういったことあるんですか？ありますね。ベッドに今してないのが台車です。そうですね。こう今置いてるところなんかをベッドに作り変えて寝ることができます。今ちょっとそういった状態ではないのでお見せできないんですけど。北山さん寝られたことありますか？ありますね。大体実習の士官だったり実習員でドルフィンマークを取ってない状態の人たちがよく寝てますね。私も20年前ぐらい寝てましたけど。寝心地はどうなんでしょう？寝心地はいいですね。意外と寝れるっていうかですね。そうですか。ありがとうございます。一番装備品が変わったので、機関通式の潜望鏡が一つ大きく変わってますので、で昔のっていうか今も貫通式の潜望鏡もありますけど、優秀型からもずっと親潮型、春潮型もずっとそれなんですけど、やっぱり潜望鏡1本しかありませんね、上げるときはですね。っていうことはその見てる人の技量に大きく左右されるものがあります。例えば目標までの距離だったり、目標のこの方位角といった目標の向きにしても、その見た人が大体例えば10キロぐらいのところですよっていうのか、実際は12キロかもわからないとかいうのも、どういう目標なのかっていうのもわからないし、見落とすこともあると思うんですけど、でも非貫通潜望鏡になってからは一気に360度操作もできて、それをみんなで画面で見れるので、その見落としとかいうのがないっていうのも、戦術的にも運航の安全面でも非常にプラスというか全く違うものですね。
その昔例えば情勢がその時の当時どうだったからって言って別に任務が楽だったとかいうことは全くなくて、その時その時の情勢でそれに合わせて訓練もしましたし、通常の紹介も実際船を動かして紹介してますので、常にその状況での処置判断だったりっていうのを常にやってきてますので、特に今が特にっていうことはないです。もうそのずっとの流れで、それは常にもう今の状態で情勢判断をしてやってきてますので、特に何が変わったって言われても別に今まで通り機会を与えるっていうことを考えています、常に。でそれはなぜかというと、今までの干潮が悪かったとかそういうことは全くないんですけど、その干潮によってはもう1から10まで今右に行けとか、今左に行けとか、今深く潜れとかいうのをずっとこうタイトにコントロールしながら教えてくれる人と、っていうのがあったんですけど、私がその経験から言うと、実際自分が動かしてみて成功したのか成功してないのかっていうのが多分次のステップに行くのに、一番なんていうんですか、機会が少ない状態でも出荷能力とかが上がっていくんじゃないかっていうのがあったのかっていう考えがありますので、今でも私は大きな方針は示すんですけど、ちっちゃいところまでは言わないようにしてます。ただ自分の中ではここが限度だなっていうのは当然いつも思ってますし、こうなった時に自分はこうしようっていうのは常に思ってます。でその思いながらも、その例えば紹介長とかにそれをやらせて、で結果どうだったの、良かったです、悪かったです、良かったですって言ったらそれは良かったっていう当然褒めますし、ダメなら何がダメだったかっていうのをしっかり、これがダメでした、じゃあ次の時にはじゃあそのダメだったところをどうすればいいのっていうのを常にこう考えさせるようにしてますし、訓練の後は絶対デブリーフィングって言って何がダメだったかっていうのを毎回絶対やるように。でそれが一番効率的というか、特に栄冠って言われる人たちはもう紹介長だったら1年ずつ3年しかやらずにも副長やっても5年目で艦長になるんです。で私とかも潜水艦も30年今まで取ってきてるので、その私たちの経験をどうやってこの5年間の中に詰め込むかって言ったら、やっぱりそういうことをやらないと、ただ単に訓練を5回やりました10回やりましたでは効果は上がらないです。で育てないと多分育たない。素晴らしいですね。もう私もあと 3,4 年ぐらいしかありませんので、それなら私が今まで経験したことを少しでも役立ててもらいたいなっていうところもありますね。特に自然相手なので、例えば季節だったり場所、海域だったりって全然違いますので、そういう特徴とかも含めて、夏場だったらこういう特徴があるよっていうのも含めて、じゃあどうすればいいのかっていうのも、私の経験上だとこうした方がいいよっていうのも教えられますし、システムはもう勝手に時たやさではみんな触れるようになってくるので、わざわざ私の立場でやる必要はないかなと思ってます。ここへ養病気室です。はい、養病気、怒りを上げるという字を書くんですけど、怒りは見えるんですか？いや、怒り見えないです。見えない。はい。ここで操作できるんですけども、もう艦外から怒りが出たり入ったりしますので。これ上が魚雷発射管室になるんですか？イメージ的には上が発射管室ですね。ここの区画だけだから養病機のスペースっていう、養病機室って言いますね。はい。やっぱり AIP はやっぱり違いますか？が積んであるっていうのはやっぱりそうですね。スノーケルっていう、一番潜水艦にとっては飛散地のリスクがあるやつなので、それをする時間が少なくなるっていうメリットは大きいとは思います。であとは飛貫通潜望鏡ですね。火事ですね。やっぱ X 火事ですね。旋回性能とか飛躍的に向上してますので、X 火事の影響は大きいと思いますね。であとCT なんで2分隊で右舷の武器システムとかを携わってたんですけど、インターフェースっていうかその機器間同士の
通信が、光ファイバーを使ってますんで、はいそういう通信速度処理速度が向上してたりとかですね、でモニターというかコンソールがある程度標準化されてますんで、一つの卓でソーナーの画面も見れればその目標の体制を見れる画面を見たりとか、いろいろ1台で何役かできるからですね、そこはオペレーターとしてはすごい使いやすくはなってますね。はい。これいわゆるそう出しそうですね、舵、はい、面舵、取り舵、あと浮上の時に舵を取るところですね。なるほどですね。この船からこういうスティックタイプになったんですか。そうです。比較的人数がやっぱ60人70人っていう世帯で、空間も狭いので、乗員同士の距離とかが近いっていうところがあるんで、よく昔から言われるのはアットホームな雰囲気っていうのはよく聞かれるとは思うんですけど、そういう雰囲気があるのがいいのかなと思います。そうですね、やっぱりいろんなところに行ける、寄港地で、例えば国内だけでもじゃなくても国外、私が行ったところはハワイとベトナムに行ったんですけど、そういうところに行ける経験があるっていうのは、自分の中では大きかったかなと思います。あと休みとか休暇とかも、他の仕事の職場の方よりも、まとめてもらえるので、いろんな自分の趣味とかをできるので、そういうところはいいのかなと思いますね。特にでかいのはこの液体酸素っていうこの物質って、多分この仕事してないとなかなか扱わないんですよ。そうですよね、そうですよね。でこれがマイナス183度で、酸素を気化するんですけども、そういうのも多分この世界に入らなければ知らなかったことなんで、であと液体酸素っていうものも目で見たことはないですよね。ないですね。ものすごい青色で綺麗なんですね。これでも触ったらものすごい危ないもので、これは危険なものだっていうふうに教えられたりしてるんで、そういういい研究にはなってるのかなと思いますね。このクルーと乗り物をワンパックにしたものを仕上げるっていうのは軍の役割だと僕は思ってます。はい、もちろんね、その訓練をする責任は、最終責任は艦長にあります。結果を出せは求めてきました。目標値がないと頑張れませんし、でもこれって自分じゃできないんですよね。自分一人じゃできない。当たり前ですけど、潜水艦ですと艦長から下士官まで全て一致団結しないといけませんよね。司令部も一緒です。ですからモットーは一致団結です。やっぱ艦長と下士官の距離がすごく近い。その分その家族より濃い時間があった分ですね、なんて言うんでしょうね、一生の家族が増えちゃうっていう、あとは人としてお互いに信じているということでしょうね。そういうことができる関係じゃなければ教えたり教わったりという話もないでしょうし、あとは
潜水艦部隊のいいところじゃなくて、なんていうんでしょう、目指しているところはやっぱりスローガンの通りだと思いますよ。我が先頭のようにあり、ただいま甲板艦通常が浮上しました。やはり新しい潜水艦は今米軍もそうかもしれないですけど、誰でもできるようなシステムと、特に頭を使わなくても、目標の運動解析を完了して、それは確かに素晴らしいシステムなんでしょうけど、根本を分かってないとダメなんだろうなっていう、私は古い人間なので、そういう考えを持ってます。で装備品についても、タッチパネルとかになってきちゃって、よく、パソコンがずっと常時壊れずに動くなんてことはないもんで、再起動と必要になってくると、システムエラーっていうのはどうしても起こるんですけど、うちはもう専用コンソールで、もうスイッチも基本的にガチガチ操作するような物理スイッチですので、後端性もですね、なんかあるような気がしますね。壊れにくいしですね、エラーも起こりにくくて、職人技ですね、個人個人のこうですね、職人的な技量が必要な船ですね。やりがいがあると思います。もう我々のこの隠密性っていうのは昔から今に至るまで最強と言っても過言ではないからですね、どこで何でもできるという乗り物なので、いつでも最前線に行けるようにと備えはやっているつもりです。疑うというと聞こえは悪いんですけれども、健全に疑うというのが重要だなと思います。本当にこれでいいのかっていうのは常に自問自答して、上位にもそれは常に言っています。やっぱ親潮型全般になるかもしれないですけど、親潮型ならではのそれぞれがそれぞれの技量を持って、職人みたいな人たちがいっぱいいて、それぞれの能力での船の能力が変わってくるというところですかね。よく艦長の能力で船の能力が決まるなどと言うんですけど、決定は私にあるんですけれども、もちろん乗員の能力というのは重要で、なのでそういった昔ながらの潜水艦っていうのは個々の能力が非常に重要な船ですので、そういった職人みたいなのは私も昔の人間なんで、そういうのが好きですね。もちろん、知識は出し惜しみしないでもう部下に伝えるように知ってるんですけども、2番投げ。もう今はもう衛星で、電報等で情報の上級司令部からの指示に従って動くのですけど、基本的には潜水艦というのは自分で考えて任務を遂行して帰ってくると、そういった、一匹狼みたいなそういうところが非常に良かったなと思います。独自の文化があって、それが非常に私の肌にも合っているので、だから30年もやってるんでしょうけど、そこが非常にいいところだなと思います。私をここまで育ててくれたと言っても過言ではないので、その点についても潜水艦に非常に感謝しています。
いい効果ですか。ちょっと上品になりましたかね。はい、男社会ですと、ご想像つく通り、何でもありと。はい、特に言葉ですよね。はい、あと清潔になりましたね。やっぱりこれはもうよく言われてる通りかもしれないんですけど。ちなみに現在何名ぐらいいらっしゃるんですか？他は大体の船は6名乗れるようになっているんですけど、うちは3名今乗ってます。まずこのセパレートを閉めて、この赤ランプをつけてる状態で女性が使用中と意思表示をこのようにしておりまして、でシャワールームとサニタイズボックスは奥の箱のようになっておりまして、物を入れることはできるんですけれど、開けることはできない、業者が専用の鍵を開けないといけないという仕組みになっております。このように揺れに対応できるロックを設けておりまして、開けたら蛇口があって、これは真水が通っております。使い終わったらこちらに流して水が流れていく。また終わりましたらこのようにかけて、でこれがこのように落ちてしまいますと、騒音になって潜水艦が航行している際に音を立てる危険な状況になりますので、静音を確保するためにこのように水上艦とも同じだと思うんですけど、一応、海水をこちらの左の弁で出しまして、こちらで流すというふうに使用します。これは海水を使用しています。シャワーは、真水なんですか？はい、真水を使用しています。トイレは海水を使っていると。ありがとうございます。すみません。基本的にはやっぱりその幹部と総司の自衛官の橋渡し的な役目になるんですけれども、彼らの性格だとかそういうのも引き出して、勤務すると。でその幹部の指揮官のその方向性に合った指導をしていくというところかなと思ってます。はい、機械は好きでした。身近な車とかの整備に携わるよりも、じゃあ船の潜水艦の整備ってどんななんだろうという興味があって、その機関会員ディーゼル員を希望して、機械数になります。ディーゼルエンジンが2機搭載されております。で、このディーゼルエンジンで、発電機を回して、電力を得て、電池に充電をするか、後ろにあります電動機モーターを回して、推進機を回すというための部屋です。いわゆる水上走行するとき、充電時はこのディーゼルで走っているようなイメージなんですかね。そうですね。はい。この棒なんていうんですか。これ超振棒と言います。エンジンの音をこの棒を使って、聞いて、で、タペットと言われるもの、導弁装置なんですけれども、それの調整、状態を確認して、調子を見るというものになります。それは結構ベテランじゃないとわからない巧みな技なんですかね。そうですね。ある程度年数が経たないとなかなか音で今の調子がいいか悪いかっていうのを把握するのは難しいことになります。新しい船はみんな自動化されていたりするんですけれども、この船はその自動化ほとんどされていませんので、機器の構造だとか、そういう自動で動くシステムの仕組みを知る上では若い子にとってはいい勉強になるんじゃないかなと。基本潜水艦の基本みたいな感じがありますね。はい。この
赤いのってつけないのが増えてるって聞いたんですけど、この船はやっぱり潜航中とかは赤くしてるんですか？はい、潜望鏡が悲観通式潜望鏡竜型とかのですね、あとも画面自体は暗いのでとかやった時はもう赤灯じゃなくて LED の船ですねっていうふうに聞いてますね。なるほどですね。赤灯の方がなんか潜水艦という気が非常にするんですけどね。潜望鏡でこう見てるときにですね、周りが明るいとここから光が入って、目標がやっぱ見えないですね。やっぱその安全能が必要だということですよね。なるほど。やっぱり他の人になかなか言えないことですので、自分がみんなに知られてないところで活躍実はしてるんだよっていう、潜水艦乗りとしての誇りなんですかね。はい、水上艦の勤務をしている人たちだと、海外派遣だとか、災害派遣だとか、いろいろ日の光を浴びて輝いているところが映像でも出るかもしれませんけれども、潜水艦の場合はやっぱりそれがないので、みんなに知られてないところで頑張っているというところが一番のやりがいだと思います。私はこの艦隊司令官を仰せつかった際にね、目標としては、任務完遂総員帰還、これを目標にしようというふうに隊員には伝えました。でその上で指導方針あるいは要望事項としては、使命をよく考察をして情熱を持ってあるいは真心を持って実践しようと、行動に移していこうということを口にしています。それはもうそれに尽きるんですよね。潜水艦隊に私が来た以上はそういうふうにしたいと思ったし、そういうふうにやってほしいと思ったからです。あとこの戦闘をもってきちんとすべしですとか、戦闘のようにありったのは潜水艦部隊のモットーです。第二次大戦が終わって潜水艦部隊再建する中で、僕らの先輩たちがまずこれを掲げたのが、戦闘あるいは交戦襲撃をもって役に立つんだということなんだろうと思います。これは多分私の理解は範囲語でもあって、いや戦闘が大切だと、襲撃が命だと、潜水艦こそ構成する特殊なアセットだと、だがねっていうことなんだと思います。日頃からの教育が大切だよとか、釜焚き機関兵大切だよ、経理補給も大切だよ、日頃からの戦術の研究が大切だよ、全部で一つだよ。でも言い交わするのも戦闘だよ、襲撃だよ、構成だぞ。多分潜水艦の特徴とすることかなというふうに私は感じています。